先州人にとって雲上の5騎士という言葉は5人の英雄だけでなく波乱万丈な黄金時代のことも指している。時が流れ、かの英雄たちは散り散りになったか逝去した。英雄たちの時代はまるで流星のように過ぎ去っていく。しかし月かけても光は残り、剣折れても豪光を保つ。どんなに歳月が流れようとも時の大河の中に立ち、己の道を貫こうとする英雄はいる。今日紹介するのはまさにその伝説の人物、ラフの先代慶主慶龍だ。ミスターフクロウの弁舌は素晴らしいな。いつか長楽天で講談師たちの指導を頼みたいものだ。はあ、とんでもないでもこれは誰が書いたんだ？チリジリとか失礼じゃないかプロデューサー、うちは厳格な番組なんだぞ。今後は感情的に書かないように。慶龍は壊滅の運命を歩む氷属性のキャラクターだ。無価の飛行と呼ばれる彼女の剣は時間すら削れると言われている。始祖が剣を振るうところは一度だけ見たことがあるけど、今でも忘れられないな。おお、当世の天才元凶くんじゃないかようこそ。剣術の話をすると聞いて、どうしてもと言って聞かなくてね。仕方なく連れてきたんだ。番組の予定を狂わせてしまったようなら謝罪しよう。とんでもない。一人のギャラで二人も読めるなんてこっちが礼を言いたいくらいだ慶龍の通常攻撃竜英戦は敵単体に氷属性ダメージを与える。この技見たことある。一筋の月光を握ってるみたいで、さっきはあっても華麗だったんだ。戦闘スキル無価の飛行を発動すると、慶龍は指定した敵単体に氷属性ダメージを与え、一定総数の策棒を獲得する。必殺技を発動すると鋭い月光が振り下ろされ、指定した敵単体と隣接する敵に氷属性ダメージを与えると同時に、自身も一定総数の策棒を獲得する。策棒が一定総数累積すると慶龍は天白状態に入る。なお策棒には処置上限があるぞ。将軍様、これってどういう仕組みなの？僕よくわからない。水を収めるのと同じだ。溜めた水を一気に放水する。軽い一振りにも凄まじい力が秘められているんだ。天白状態の慶龍は行動順が早まり会心率がアップする。また戦闘スキルが感染英月に強化される。この状態で使えるのは強化戦闘スキルと必殺技のみ。通常攻撃と戦闘スキル無価の飛行は使えなくなるんだ。感染英月は指定した敵単体と隣接する敵に慶龍の攻撃力に応じた氷属性ダメージを与える。天白状態で攻撃すると味方から一定割合の HP が差し引かれ、その総量に応じて慶龍の攻撃力がアップする。攻撃力の上昇幅には上限があり、この効果はその回の攻撃終了まで継続するぞ。やっぱり始祖と一緒に戦うにはもっと自分を鍛えないとね。ご心配なく。 HP を差し引けるのは1までで戦闘不能にはならないから。感染英月の発動には策棒を1層消費するがスキルポイントは消費しない。総数が0になると天白状態も終わる。その後は？剣は金音のように続けて余韻を感じさせるもの。師匠の剣こそまさに最高の剣曲だ。天白状態が終わると慶龍はさっき言った方法で改めて累積を開始する。こうして敵に継続して打撃を与えるんだ。なるほど、始祖の月相みたいに絶えず道引きするんだね。戦闘スキル無価の飛行と必殺技で策棒を獲得できるほか、戦闘に入る前に秘技神式照らす月影を発動しても戦闘開始時に一定総数の策棒を獲得し、自身の EP を一定量回復できるんだ。また秘技発動後の一定時間、慶龍は一定範囲の特殊領域を展開し、その中の敵を凍結状態にするぞ。この剣術を見れるなんて本当に幸運だよね。すごく勉強になったよ。お、薬王秘伝が近づいてきた。数に頼って慶龍と腕を競いたいようだ。まずは戦闘スキルで策棒を貯める。小露天人にも攻撃のチャンスはあるが、ここで慶龍が再び戦闘スキルを発動。策棒を貯め天白状態に入った。
これで渓流は敵より早く行動できる。相手の反応を待たずに彼女は感染英月を発動。まだ勝てる余地があると思っているようだが、それは大間違いだ。渓流が必殺技ドンゲ消滅夢下す天下を発動。華麗に舞い上がり時空を砕く。降りしきる剣の雨の中、戦場は瞬く間に静まり返った。すごい、もう一回見たい。日を決めて師匠に見せてもらうといい。ああ元凶くんはいいな。伝説と手合わせできるなんて。ミスターフクロウももし手合わせがしたいなら私から師匠に頼んでも。めっそうもない。私まだこの世に未練があるので